こんにちは。これからルームツアーを始めます。初めての動画撮影なので不慣れなところもあるかと思いますが、参考になれば嬉しいです。まずは玄関からです。こちらが傘の収納になっていて、これはニトリで購入しました。ここが靴箱です。結構広くなっていて汚いんですけど、で玄関から入るとこのような感じになっています。こちらがお風呂です。洗濯機がピンクのちょっと可愛くものを選びました。ここに洗濯ネットが入っています。100均で買った可愛いなんかトートバッグみたいなやつに入れて使っています。これは吸盤でかけています。でこれが脱いだ服とかを入れるもので、これは100均で買いました。多分400円か500円ぐらいしたかと思います。でこれはカインズで買った引き出しです。これもすごく便利で安かったと思います。すごく2、3000円ぐらいだと思います。これはミッフィーちゃんのティッシュケースで、私ミッフィーちゃんがすごく好きなので使ってます。ここにティッシュがあるとお風呂の髪の毛とかもすぐ取れるので便利です。でこのゴミ箱がすごく便利で、私コンタクトなんですけど、ここでコンタクトをつけてすぐポイって捨てられたりしてすごく便利です。でこちらが洗面台になります。これが化粧水しか置いてないんですけど、化粧水と歯ブラシとメガネと、これしんちゃんが水鉄砲になってます。かわいいです。多分500円ぐらいしました。でこれがコスメキッチンのヘアワックスです。とってもいい香りがして、ワックスつけた後手に塗り込んだりして使ってます。なかなか毎日ちゃんと掃除ができないので、ちょっと濡れてしまったらタオルですぐ拭き取って汚れないようにちょっと努力してます。で下がこれが100均で作った突っ張り棒で作ったものです。すごく簡単にできました。次はキッチンです。フライパンはこのようにかけて使っています。でここに菜箸とか泡立て器とかしまっています。で私のお家は IH で初めて IH なんですけど、すごく使いやすくって火力とかも結構高くなったりもするので、すごく使いやすいです。で上に布巾と大布巾ですね。でここにスポンジをかける雲のやつは、これがセリアで購入したんですけど可愛くてお気に入りです。でこれがここはお弁当箱で、職業柄毎日お弁当を作るので、可愛いお弁当箱を使って気持ちを高めています。ミッフィーちゃんが好きなのでミッフィーちゃんが多めです。この無印のお弁当箱に水で洗ってもシールが剥がれないようなシールを貼っています。でお掃除道具の歌丸とキッチンハイターもあってすぐにお掃除できるようにしています。上は電子レンジで、ターンテーブルがない電子レンジなので使いやすいです。これが食器洗った時に水切りかごで、洗い終わって全部下に食器とかをしまったら、ここに
置いています。で、洗濯機も大きくて使いやすいです。ここにはいつもキッチンタオルをつけているのですが、なくなってしまったのでちょっと買いに行きます。で、この冷蔵庫と電子レンジと先ほどの、洗濯機はセットで、購入したものです。で、こちらには、炊飯器があります。で、これはバイトを辞めるときに送別会でいただいたティファールです。巨大なアルコールスプレーもあります。で、これはレジ袋をしまっています。これ下から取り出せるようになっています。で、これはちょっと汚いんですけど、中がトースターになります。で、パンと、これは最近いつも使ってるお弁当箱です。いっぱいあります。下は、ニトリで買ったカーテンで目隠しをしています。キッチンの下はお皿とかを収納しています。ここにお箸やスプーンを入れています。で、このお茶碗はムーミンのものです。すごくお気に入りです。これは100均で買ったお椀です。食器はいつも、ニトリや、100均で買うことが多いです。このフォークとかはフランフランで安くなっていたので購入しました。で、ラップとか、タレとか入ってます。油とかもあります。これはカゴに引っ掛けられるようになっています。すごく便利です。これはネットが入っています。すぐ出せるようにしています。で、ここも取っ手付きのカゴにして取り出しやすいようにしています。これがセリアで買ったクマの目玉焼きが作れるものですごく可愛くて気に入っています。このような感じになっています。次にお部屋を紹介したいと思います。このような感じになっています。まずはテレビ台からです。こちらのテレビ台は楽天で購入しました。家具インテリア感の色がナチュラルで、お値段が8980円でした。今私が言ったのと同じ商品かわからないんですけど、すごく似ていたものだったので、これかなってちょっと思って言ってみました。このテレビ台すごく便利で、この上とこの下が離れているというか、L 字にできたりとかもいろいろ形が変えられるので便利です。ここにはお部屋の芳香剤を置いたりとか、私はミニクーパーが好きなので置いています。これはガストに言っていました。で、引き出しの中は化粧品とかが入っています。ちょっと汚れてるんですけど、これはダイソーで買いました。普段しているお化粧品が入っています。で、ここはアイシャドウだったり、オランドジョンのチークとか、これが MAC のハイライトとかファンデーションとか入っています。で、こっちにはリップが入っています。ここは前髪を切るハサミとかハンドクリームとか入っています。結構前に使ってたクロエの香水だったりマスクも入っています。この棚も楽天で購入しました。これはおしゃれボックスシェルフというもので、お値段が4780円でした。この上はマーガレット・ハーウェルの腕時計だったり、オブパラディのこれは金木犀の香りの香水とハンドクリームです。アニエスベーのゴムだったり、お気に入りのピアスも置いてあります。
このキャンドル2つは北海道に行った時小樽で買ったキャンドルたちです。すごく可愛くてずっと小樽に行ったら買おうって決めていたものです。ここはマグカップとか置いてあります。グラスはフランフランで購入したもので、冷たい飲み物を入れるとリボンがピンクに変わります。これはセリアで購入しましたキャスキットソンのマグカップや、これはティー&デルーカのマグカップです。コーヒーが好きで、これはサルタヒココーヒーで買ったものです。成城石井にもサルタヒココーヒーのものがあったので、今度買いに行こうかなって思ってます。で、下はこれがローラー種類のティッシュケースと、毎年買ってるこのスヌーピーのカレンダーです。ミッフィーちゃんとか、これはザラホームで買ったものです。ザラホームのキッズでした。で、このカゴもすごく安くって、この中にはハムスターのご飯やおやつが入っていて、これもお砂遊びする時のハムちゃんの瓶です。これはコロコロで無印で買いました。すごく安かったです。で、これは田中みな実さんの写真集とかです。で、ミステリー小説が好きなので、実家にいっぱいあるんですけど、ちょこちょこ持ってきてます。で、これがIKEA で買ったカゴで、この中には夜ハムちゃんのゲージにかけるブランケットやドライフラワーや美容キャッチャーで撮ってもらったものです。次にベッドです。ベッドはこれ 4,5 年前に買ったものなんですけど、楽天を見たらまだ同じものがありまして、インテリアショップのココテリアでマットレス付きでした。で、私のはこれホワイトでシングルサイズです。お値段は 32,780 円でした。引き出しもこの下ついていてすごく便利です。口にはルームウェアとかランニングする時のスポーツウェアや、こっちにはノートパソコンとかお泊まりする時のグッズとかが入っています。ライトがついていて、コンセントもベッドにコンセントもついているので充電器とかつけられます。このベッドに収納もできて、ヘアゴムとか時計とか、これはブレスレットですね。みんなプレゼントしてもらったものとか、カレーやお姉ちゃんからもらった時計やネックレスと、こっちもピアスが入っています。こっちも体温計とか漫画、実家から持ってきた漫画とか綿棒が入ってます。でもインスタグラムを見て可愛いなって思って買ったものです。で、サイドテーブルはよくインスタグラムで見るIKEA のものです。で、ライトはこれはニトリで購入したもので、夜お部屋が真っ暗の状態でこれをつけてもすごく明るくなって、最近時間があるので読書をして寝たりしています。このお家の形の時計はニトリで購入したものです。カーテンはレースカーテンもベージュのカーテンもニトリで購入しました。私のお家は今見てわかると思うんですけど、カーテンを開けたらすぐ立教なので、洗濯物とかはなるべく外には干さないようにしてるんですけど、このレースカーテンは外から中が見えづらいものを選んで使っています。これはクリスマスなんですけど、まだつけてます。可愛いので。ザラホームのキッズです。で、これは職業柄ピアノを使うので、ピアノを練習してます。これはオーナーさんに確認して、ピアノを置いていいか確認してから許可をいただいておきました。防音のマットとか、音は普段本当にちっちゃい音かイヤホンで練習するんですけど、指のカタカタだけでも下に響いてしまう場合があるので、
マットも敷きました。こちらは、引き出しはカインズで購入しました。これはインテリアチェストワイドの4段で1800円でした。すごく使いやすいです。で、ここには今飼ってるハムスターが寝てます。名前はトノと佃煮といって男の子と女の子です。いつもこうやってくっついて寝てます。で、ちっちゃい頃からずっと一緒だったクマさんたちも連れてきました。お守りです。これは100均で買った観葉植物と、ピアノに手形が消えなくてちょっと悩んでます。私の手なんですけど。で、これは去年持ったクラス、幼稚園のクラスの子たちの集合写真を飾っています。で、ここは私のお部屋は、端っこなので小窓がついています。これはキッチンにあったカーテンと同じもので、ギンガムチェックで可愛くて、ここにもつけています。で、この椅子は IKEA で購入したパイン材の椅子になってます。で、この端っこに無印良品で、今頼んでるパイン材の、テーブルを置いて、ここでお仕事できたりするといいなって思って今購入して届くのを待っている状態なので、今は椅子だけポツンとあります。で、この、ゴミ箱はニトリで購入しました。このテーブルはニトリで買いました。で、ラグは、モラージュっていうショッピングモールで買ったもので、21スタイルっていうショップのものでした。これも本当に5000円しなくてすごく安かったです。すごいふわふわしてて気持ちよくてお気に入りなんですけど、なんかお部屋の雰囲気とちょっとこの色合わないかなって思って今いろいろラグも見ているところです。下はこれはカラーボックスを横にして収納しています。右側がお掃除道具で、こっちはお薬とかを入れてます。こじこじのぬいぐるみもここにいます。で、これはお仕事に行くとき使ってるリュックです。荷物たくさんあるので、大きいリュックを背負って、自転車を漕いでいつもお仕事に行っています。クローゼットはごちゃごちゃしてるんですけど、こんな感じです。いつもクローゼットは閉め切らないようにしてて、出かけるときに開けて出て、帰ったら閉めるっていう感じにしています。お部屋はこんな感じです。初めての動画の撮影だったので、すごく分かりにくい部分やちょっと、汚い部分とかもあったと思うんですけれども、見ていただきありがとうございました。これで終わりにします。